おはようございます。画家のギソです。第154回、5回の鬼高評会のスピンオフ企画としまして、今日はペン画をお届けしようと思います。ペン画の入選編ということで、あと入賞編ですね。75枚プラス、持ち込みというかですね、1枚ありまして、76点の作品がございました。で、私もすごく心優しい人間ですので、約半数以上の40枚を1000枚という形にさせていてすみませんでした。申し訳ございません。で、残りのあと何ぼですか、36枚ぐらいですか。で、そのうちの24枚を入賞で、入選すみません。で、あと12枚を入賞という形にいたしました。よろしくお願いいたします。で、本日は入選編。惜しくも賞には届かなかったけどという作品群をお届けしようと思います。ぜひですね、見ていない方は、落選じゃない、選外編。もう、私はずっと落選って言い続けてきたんで、自分自身でも公募点とか出してきて、もうあかんかったら、もうしゃあないなぐらいの感じで割り切るようなタイプやったんで、あまりその言葉とか気にしてなかったんですけど、船外の方がいいんじゃないですかというお言葉をいただきまして大変申し訳ございません。では早速いきましょう。神ですね、すみません。こちらの作品です。なんじゃこの作品はと思ってですね選ばせていただきました。この方は、若い方なんでしょうね。めっちゃ写真悪いですねこれね。落選にしようかな思ったんですが、落選じゃ船外にしようかな思ったんですけど、ちょっとこれはやっぱり作品の画風というかですね、へんてこりんな世界観、めちゃくちゃ画像が悪いので、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱりへんてこりんな世界観明確に、書き切っているところみたいなところを評価いたしました。やっぱり自分のオリジナリティみたいな部分っていうのを持ってる人はやっぱ強いですね、どうしてもね。でも今回に関して、また、入賞編に関してもオリジナリティ的な部分じゃなくてももちろん上位の方に行っている作品もありますので、皆様もそういったものもぜひ参考にされてみてください。1分半1枚2分ぐらいずつやっていったらだいたい40何分になってしまいますので、そのぐらいのペースでいこうと思います。多分この方は世界堂なんとか展で賞を取った方やったんちゃうかな。お名前見て確かそうごめんなさいね、間違えてたね、という感じがいたします。本当に皆さんこういうね、YouTube とかで私の動画見てすごく楽しくてみたいなことを言うてくださって、もう私もそこまで生の言葉みたいなのはあまり1年間ぐらい全然聞いていなかったから、そうなんだ、毎朝の楽しみやったんやとかね、全然そんなことも知る由もなく、なんか自粛生活を送っている中で、鹿児島の方に移り住んで、なんか本当に外に出ることもできなくていいっていう方がいてね、お元気ですか、もう帰られましたか。息子さんと旦那さんに、鹿児島から車で連れてきてもらって、息子さんと旦那さんは、呼子のイカを食べに行って、呼子というところあるんですよ。でそのね、お母様は美術館に残られて4時間か5時間ぐらい滞在されてましたねはい全然関係ない話でした。だってこれ画像悪いからなかなか細かい部分見れませんので、ちょっと雑談を兼ねてさせていただきました。今回は出会いというものをテーマに、人の出会いは誰しも偶然であります。特にその出会い、人生も変えてしまうというようなこと以上語りましたが、今私のお気に入りシュールレアリズムの世界に寄せてみましたということで、丸漫画用紙厚口 F0、ちっちゃいですね。家にあったボールペン 0.5、エンジャージェルエナージェルかな、ペンテル筆、中字ペンテル薄墨とかを使われているということで、面白い世界観なのでぜひですね、ピントの合った画像をお待ちしております。次の作品こちら。こんなの選ぶんですかって感じですよね。やっぱり自分のオリジナリティにしていっているところいいですよ。こんばんはと、ペンが送らせていただきます。ネットの調子が悪くて23時59分過ぎてしまっていたら申し訳いいですよ。オリジナルの仏像を描きました。ベーシックなペンの使い方になってしまいました。表情が難しかったですということで、コピー紙に書いているというね、歌う人という題名でいつもありがとうございますということでございます。ユニのボールシグの0.28 という紙はサイズは 16×15 センチということでベタなペン画でもやっぱ自分のオリジナリティあるキャラクターを描かれていて、すごく明瞭で明確で、いいなと思いました。やっぱり
自分のものを持っているっていうのと、あと形すごく上手ですね。漫画家とかになれるぐらいの、手の描き方とか、線の描き方とか、すごくお上手で、いい作品やなと思います。僕ならば、周りの世界観まで描いてほしかった。そこまでいってると入賞とかに絡んでくる。多分次の入賞のあと残りの12枚ぐらいのを見ると、そこぐらいまで一つの作品にキャラクターをポンと描くだけではなくて、その世界観みたいなのを絵画として成り立たせているというようなところが参考になるかもしれませんので、ぜひそういうところも参考にされてみてください。お上手です。すごくいい作品だと思います。丁寧に描かれていてですね、ぜひぜひまた送って機会があれば送ってきてください。次の作品はこちらです。おー、よう書いてるでしょう。わかりますかこれ。ねえ、A4 画用紙、つけペン、さじペン、丸ペン、墨汁、薄墨の筆、薄墨の筆ペンが、この辺のグレーっぽいの筆ペンですから、ペンですね。ペンシル、鉛筆がダメなのになんでやって怒られそうですけども、薄墨の筆ペンを使って自宅の石積みを石が積んであるところを描きましたと。我が家はみかんの段々畑の中にある、人力で持ち上げられる程度の石積みが用いられていますと。おそらく積まれてから100年くらい経っているのではないかと思います。表面は白い苔のようなものがはびこっていますと。うちのあたりでは石積みっていうんですかねのことをなぜか石垣と言います。石垣とも言います。和歌山の方。上品な阪神ファンっていうのはいないんで、上品な阪神ファンって書いてますけども、そういう方は日本には誰一人いません。0人です。これはね、間違いなくそうなんですけども、ここ読んだ瞬間に落選にしようかな。嘘ですよ。今日ね、もう9月25日に今録画夜してますけども、もう優勝が決まるか、ヤクルトかななんて思いながら、とか思いながらですね、すごくこれ、今までもこういった感じでですね、どちらかというと風景画で、すごく例えば切り抜いたような感じで描いてるとかっていう方いたんですけど、やっぱり丁寧じゃないですか。もう本当に隅々まですごく緊張感を持って描いていて、そういうところすごく好感持てて、完成度みたいなのが抜群に高くて、こういうコツコツ積み上げていく、上品な阪神ファンの中にはこういうのを描ける方もいるんだなということが分かりましたね。すごくなんていうか何々命みたいなトラとかすごくねおしゃれなお洋服を着られる方が多くてですね、私すごく尊敬するんですけども、非常によく描かれている作品です。やっぱここまでやりきってくると何か絡んでくる。じゃあ次ショーとなってくるとどこなんやろとかっていうことをここの絵の中に何かちょっとしたストーリーみたいなのが見えてきても面白いかもしれませんよね。アリンコがチュルチュルチュルと歩いていってなんか餌を運んでるところが書いてあったりとか、なんかすごいトカゲかなんかの尻尾がペロッと出ていてないですよね。そのね書いてあったらごめんなさいね。ここの中に入っていこうとしてんやなとかっていうのが書いてあったりとか、なんか分かりませんけども、よう見たらなんか顔に見えてくる石があるぞとかっていうのがあったりとか、わからないですよ。動物がなんかいるよとか、ちょっとそういう面白さみたいなのが少し絵の中に入ってきたりすると、もっともっと真ん中のなんか人間に見えてきたら面白くなってくるかもしれません。ぜひ頑張ってきてみてください。次の作品こちらです。これもどちらかというと一場面を描いているような作品で、仙外の方にもある可能性があるんですけど、僕はこれ構図がすごいいいなと思いました。なんかジグザグなっているような構図と、あと縦線とかだけで割り切って影を描いているとか、少し写実的なに猫の形を描いている部分とか、すごく日本的ななんていうかコンポジションをしていて、ジグザグであるとか、どちらかというと平面的に描いている部分みたいなピタッとあえて定規みたいな多分使っているんでしょうね。それぐらいガーッと描いているとこなんていうのがすごく面白いです。なんかそういうところが好感も出て、いい作品だなというふうに思います。多分これ以上もっともっと上の方とか目指していくとなると、なんかボールペンの種類とかみたいなのの幅が出てきたら、公募展開催ありがとうございますと。ペン画ときって私のモナリザね、作品あれはジムノック一本で描いているというところがミソなんですけど、あれはエンターテインメントでやってるんで、皆様はなんか楽しくやられて結構だと思いますよ。楽しくチャレンジしてみましたと。チャレンジしてみて描き直しができないこと
と線画が塗りをする上で参考になるなど気づきもあって取り組んでよかったですということで、以下作品の説明です。最寄りの駅で向かう道すがらにある雑貨屋さんの道先でのんびりしていた猫、野良猫のようですが、いつもこの辺りにいて、道行く人に可愛がられてますということで、うとうとする猫が可愛いなと思って描きました。コットマン水彩紙細め、F6 パイロット水性ドローイングペン S20DRN005 って書いてありますね。という、パイロットスーパープチ中って書いてあります。何種類か使ってるみたいですけども、本当にこうなかなかそうなんですよ。だから塗り残しても形に見えればいいし、逆に塗り方一つでも何かただ丁寧に直線で書いても形になる。要は責任を取りましょうっていうことはそういうことですね。それがすごくできていて、皆様にとってすごく参考になる作品なんじゃないかなというふうに思います。次の作品はこちらですね。こういった漢字のなんていうかマリメッコ帳と言いましょうかね。私よくこれ言いますけども、オールオーバー系というどっちにしても絵になりますよみたいなね、 iPad をくっついていきやがりますね、こうやってね。そういう系の作品でも一枚一枚の葉っぱみたいなものにすごくちゃんと神経を尖らせて描いている。これもやっぱ画面の張りっていうのがありますよね。多分この鬼好評みたいなのをやりながら、このパターンっていうのが一つあるんだなっていうことを知った方も結構いると思うんですよね。でその中でじゃあペンで描こうと思った時に、どうやったら密度をしっかり持ちながら完成度を高めていけるかっていうことをすごい考えられて、描かれた作品だなと思います。背景のところにちょん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 と点があるところなんていうのもいいなというふうに思います。で、いつもありがとうございます。ペン画はそういえば中学校の授業であったような思い出しながら、中学生の頃の自分に負けないように描きました。近所の空き地に咲いていたヨウシュヤマゴボウを描きました。植物調べてみると実や根っこに毒があるらしい。なんだか怖いですねと。またの名をインクベリー、実は濃い紫で服などにつくと落ちない。すごい、服などにつくと落ちないということは染料系なんですね。染料系、染料と顔料の違いってどこかからの細かさでめっちゃ細かになっているものを染料っていうそうなんですよ。なんとかナノ以下を染料、なんとかナノ以上を顔料というふうに言うということで、水に溶けるものが染料ということで、例えば洋服とかに入っていくとなかなか取れなかったりしますよね。昔の牧樹なんかもそうですもんね。ということだそうですよ。やっぱ昔は染料や安価なワインの色付けに使う。現代では毒があるので使用されなくなったそうなんですね。子供たちがままごとに使わないようにしましょうとのことでした。触らないで毒がありますからという題名 B4。息子中学生の頃が使い残したミューズのスケッチブック、使用ペン、ペンテル水性ペン 0.7 ということだそうです。本当に中学生の自分に勝てたんじゃないでしょうか。非常にいい作品。これなんかも額縁にピタッと収まっていたりすると非常に本当におしゃれに見えると思いますよ。これサイズ B4 か。なんか例えば皆さん額縁を買うのとかね、ちょっと億劫やなと思われたら、100円ショップとかで例えば、買ってきて何ですか、表彰状用額縁みたいなのとかが100円じゃなくても300円ぐらいとかで売ってたりするんですね。私はできたら額縁屋さんとかね、画材屋さんに行ってほしいなと思うんですけども、でそういうものに例えばアクリル絵の具、また100円ショップとかにも売ってますよね。でそういうものでちょっと色塗ってみたり、アクリル板のところはマスキングテープかなんかを貼っておいて、ちょっと色塗ってみて、それを紙やすりでやってみたりとかすると、なんかアンティーク調のものができたりするとかっていうことを意外と僕らやったりしますよ。だからそういうことをされてみたりすると、案外これなんか僕やったらこれやったら白黒ぐらいの感じのベーシックな額縁にしてあげる、グレーと白かなんかかなとかしてあげたりすると、多分すごくトイレかなんかに飾るとトイレに毒があるというような、ひどい話だみたいになるかもしれませんが、ちょっと書いて飾ってあったりするだけですごくこじゃれた感じになるんじゃないでしょうか。はい、次の作品こちらです。これがね、何ですかと思ったんですね。
パソコンで書いたのかななんていろいろ思いながらちょっと読んでみましょうね。いつもありがとうございます。勝手に公募でペンが応募させていただきます。どうぞよろしくお願いします。タイトル、夜の家、半透明の紙を使って、半透明の紙を使って、背景は裏面からマーカーを重ね塗りして、表面のボールペン書きは汚れ落としやホワイトペンで変化をつけました。イメージ通りに描けず なぜか失敗した。あと小さく描いて絵を拡大して見せた方が効果的だと気づいてアイデアスケッチ並みのサイズで仕上げることとしましたということで、用紙、ベラム紙、ペン、ボールペン、アルコールマーカー、ペンタイプ、汚れ落とし、水性ホワイトペン、6×8 センチだってすごい小さい、ね、作品ですね。6×8 センチ、ね、皆さん本当こんな作品ですもんね。船外編でも 5×6 センチの目の作品かなんかね、あれなんかそんなんでしたけど、だからね、サイズじゃなくこう見れるのがこの YouTube のこういう公募展の面白さかもしれませんよね。でもっともっと真正面からペン画でよかったかなと思いました。すごく面白いなと思って思ったんですけど、そうか、紙を裏にして絵の具がベターっと塗られているものがこうなっていてとかっていうこと、その上にまた書いてとかっていうことかって今聞いたらよく分かってきました。もともと僕は真正面から言っても多分皆様にとっては参考になるかもしれませんもんね。すごく面白いいい世界観を持ってて、後ろから本当になんか大城なんとか先生って影絵の先生おられますよね。ちょっと影絵的な感じしますよね。後ろから光当ててみたいなね。大城でしたっけ、すみません、ちょっと今ど忘れしました。昔学生で卒業制作で影絵やりたいっていう子がいて、一生懸命勉強したけどもう10年以上前なんで忘れました。どんなやり方だったか。なんかそんな感じの印象がある。もっともっと僕やったら真正面からなんかペン画の面白さみたいなこともやられてみても、でもやっぱりこうクオリティとかアイデア的な部分とかっていうのではこれぐらいまで絶対来るかなという気がいたしますよ。はい、次の作品こちらです。ねえ、これなんか面白いなと思って、これ口のところとかなんやろうなと思ってずっと初め見ていて、で後で文章読んでみました。こんばんは、お久しぶりです。70歳のおじいさんですと。今回ペン画ということで、以前から描きたいと思っていた写真かなり複雑なんですが後回しにしていたので、ボールペンだったら描けるかなと挑戦しました。20代の頃松山に住んでて写真が趣味でした。ある時、モトクロス大会がある時撮影に行きました。じゃあ50年ぐらい前ってことですかね。70歳で20歳の頃ってことですね。必死でシャッター切ってその中の1枚、泥みたいな感じですね。画材は丸マンスケッチブック A4 パイロットボールペン 0.7 題名ライダーということで、なんかこう普通書かないようなものを書いていて、それがこうペンという素材を使うことによってより何か面白くなって、僕ら見る側というのが何かを想像させてくれるような作品に変換していっている、なかなかいい例なんじゃないかなというふうに思いました。仕事自体も本当にギリギリ雑じゃないところの前で止まってるんで良かったです。ギリギリですね。でやっぱりこれはもうアイデア的にちょっとこう書こうと思っているものが面白かったので、パッと見た印象としてはある程度のところまで行くんだろうなと。でそこから先へ行くとなってくると、ここからはやっぱりダイナミックでもいいんですが雑でない方がいい。もちろん最後の方にも雑な作品実はあるんですよ。でもそれを凌駕するぐらい、自分が狙っていることが伝わってきたりすると、案外こういうところに並んできた時にっていう風に見えるはずです。でそういったことも少しこう学ばれていかれるともっといいかなと思います。次の作品こちらです。ね、皆さんどうですか？ちょっとずつ面白くなってきてませんか？順番というわけじゃ今回はありませんけども、やっぱりこれだけ10号水彩ペンホルベインの絵の具、初めてのペンが透明水彩で描いてから線や点で描きました。皆さん文章が短くなっている方が多くて助かってます。ありがとうございます。越後柏崎か夏の終わりの浜辺を描きました。新潟の方かな。遠くには佐渡島、中継に自転車と帽子、近畿ひまわり、よろしくお願いします。ちーばあちゃんだそうです。いやー、すごく可愛らしい、すごくコンポジションがよくできていていい作品だなというふうに思います。点描みたいなのもすごくいいですし、色使いもすごい綺麗ですよね。でこの辺りの作品っていうのは実は入賞の作品とちょっと被ってるとか、若干なんとなく似てる作品があるんですよ。
で公募展の難しいところっていうのはその被った時にはやっぱりいい方、もしかしてクオリティかもしれませんしっていう方が選ばれていくっていうのが一般的です。だから本当にもうその辺、例えば変な話ですけども、船外になってしまった作品でもこう僕はずーっと何度もこう見直したんですね、今回も。で大体3回目ぐらいからじゃあ船外を選んでいこうとですごくいい作品があって、これもう多分賞になるやろうなと思って、で次の作品見た時にって思って、例えば船外ですと。でそうするとでも本当実際問題は入選レベルだっていうのもあったりするということが出てくるんですよ。でこれ言っていい、口軽いから言うんですけども、もういいか、怒られるかな、いいや言おう。僕学生時代東京芸大のアルバイト、東京芸大の入試のアルバイトをしてたことがあるんですね。大学院生以上はみんな結構手伝ったりするんですよ。でそうすると私が予備校の先生をしていながらも試験期間中は入試のちょこんと座ってる人いますよね、監視のね。でそれのバイトをしていたら、大体教室に 2,3 人知り合いの教え子とかがいるんですよ。そしたらその子たちめっちゃ喜ぶんですよ。先生だ、なんか普段の授業と一緒の感じでやったみたいな感じで喜びよるんですけども、でちょこんと座りながらもちろん何も言わないですよってしてるんですけど、で全部終わった後に一応先生方が採点される時、これはもうみんなやってると思うんですけど、なるべく絵のタイプが被らないように並べていくんですよ。で私たち学生アルバイトがこうやって並べていったりする時に、そういう教え子の作品をこの横よりこっちがいいかなっていうことは多分している人がいるという噂を聞いたことがあります。私じゃないですよ。ねということ、やっぱそういうのあるんですね。はい、じゃあ次の作品に行きます。はい、こちらの作品です。何でしょうかこれ。僕ね、これ見た時に本当に絵本の世界観みたいな、ものすごく明瞭で黒白ちょっとのグレーみたいな感じの潔さと、動物たちの可愛らしさと、人もシルエットで描いている、すごく面白いな、絵本の世界観みたいな感じいいなと思いました。カタログありがとうございましたと簡単とともに、感じ入っております。すごいありがとうございます。課題のおかげでペンの線の美しさや幻想画の世界をそう初めてじゃあこういうの書かれたんですね。今回は子供の頃に見た夢をもとに描きました。絵本の1ページのような世界を描く。もうまさにそうですね。油性のペン、ポスカ、白ということでそういうことです。なんか新しい発見をしてほしいからこういうお題を出したわけですね。で例えばそれがものすごい時間かかっている人もいれば、この方は多分そこまで時間かかってないと思います。多分、5、6時間か2、3時間か分かりませんけども、でそういうことに挑戦することによって自分の本当新しい世界って出てくるじゃないですか。雲一つ描くのにも自分写真見ながらそれを写す作業ばっかりしていたら雲の面白さとか分からなくて、じゃあ絵の中でどういう雲描いたらいいかなとか、ここに鳥を描くならどういう鳥がいいかなとか、男の子と女の子がいるんやったらどういう服装がいいかなとか、色のない世界ですけども、でそこでやっぱ考えるということによって、もう皆さん私の視聴者ほとんど20代前半から30代前半ぐらいなんで、お若い方、脳みそもものすごく柔軟な方々なので、やっぱ新しい発想をやっぱりどんどんしていく意味でも、ちょっと自分にそういう負荷をかけてあげるっていうことは僕は大事やと思うんですよ。私はこれしかせんっていうことではなくて、ちょこっとこういう背伸びをした時に自分の新しいも全然鬼じゃないですね。次の作品こちらですこれなんかも本当に一風景を場面を描いて、海かなんかでしょうかね、書いてあって、また手前のところに脇役的にあるけども中継ぐらいの水のところに目がいって、画面の全部に本当に緊張感を持って描かれているの分かりませんか麦曽先生こんばんは。73回の鬼好評依頼ですと。私は40数年前某大学の漫画研究会に所属。そうですか。40数年前ということは今60ぐらいですかね、70ちょっと前ぐらいですかね。ということで、道具としてペンや墨汁が主流でしたと。
杉義治先生に浸水していましたその中でたまにお孫ちゃんたちにキャラクターなどをペンと墨汁で描いたりしてあげてご機嫌をとっています。いいですね、こびへつらいましょうね。私もこびへつらうのがすごく得意でございます。ジョークですよ。ね、ぜひぜひどんどん描いていて、そこでいずれは油に描こうと思っていた城崎、ありがとうございます。もう読みがなっていただいて、ね、城崎海岸の一部を拡大して描くことにしました。複雑、やっぱ海岸なんですね。複雑な岩と崖に張り付くように生える圧ル状の対比が面白い。まさにそれが直接的に描かれているからこそ直接的に見えてくるというところありますよね。油絵とか水彩とかだと直接的というよりはそこの中に技法とかが入ってきたりなんか入ってくるけど、ペンの場合はもう一本一本書いてやるぞっていうことだから、言葉として直接的に入ってくるから、私はもうこれを読む前にある程度今解説できてましたもんね。でもちろん読んでないんですよ。でそういうところが見る側に伝わってくるわけですよね。初めて見た人とかも、わこれ海やけど手前のこの葉っぱとかもすごく面白いわっていう風に感想としてつながってくるということで、そういう本当に責任を持つっていう、今回それが絶対中になると思っていたんで、責任を持つということを認識することができた人が多いんじゃないかなというふうに思います。次の先こちらです。この方はねいつもね常連さんで来るかなと思ったんですけど、でやっぱりこれは船外にはできないけど、じゃあショーに貼るかっていうと、私の目に慣れてきてしまったので、ちょっとハードルが上がってきますよね。でこれはあるあるなんですよ。例えば公募展に毎年何か展、例えばこの方確か九州の方なんで青木茂記念大賞展みたいなとこあるじゃないですか。2年に1回、昔だったら1年に1回ぐらい確かやってたと思うんですけど、そんなに大きく審査員の先生が変わらない時とかっていうのはやっぱりこの人毎年出してるね、入選ね、この人出してる入選ねっていう風になってしまうよりは、こんな絵描く人いるんだっていう風に思われた方がやっぱりこの方多分技術すっごい持ってらっしゃるんで、ある程度描けると思うんですよ。でじゃあそういう公募展とかに出し続けていって、なかなか賞まで絡んでいかないけど入選はできる。じゃあそこで何かっていうと、やっぱりその人たちは記憶をしてます。大体私もそうです。で賞まで入選まで行くと大体記憶をします。記憶されるから賞に入った入選に入ったりするわけですよね。でそこでじゃあ別にすごい気をてらったことをする必要は全くないとは思うんですが、何か自分の新しい何かが生み出てきていたりすればもうちょっと違ってくるんじゃないかなという気がします。59歳の方ですね。白ボール紙に 0.28 のボールペンを使って花の形で多様性個性を感じてもらい、色で見る側の心の動き心理を表現しましたと。テーマ2本は大変面白かったです。個人的には乾杯でした今回も僕面白いと思うんですけどね、多分ちょこっとずつ縛るっていうわけじゃないですけどね。鬼好評っていうのはもう皆さんの自由参加でやっていたんで、もう千差万別、それでも面白いとは思うんですけど、ちょこちょこっと縛っていって、自分だったらどんなん書こうかなと、ちょっと紙かなんかにちょっと落書きする程度でもやってみたら、こんなんとかどんなんかなとか思ってみたりで、ちょっとその辺にあるボールペン使ってペペッと書いてみたら、先生言うたようにピャッと書いてしまって雑になる。すごい大変や労力が。じゃあどれぐらいでどう書こうかなとかって考えたりね。はい、次の作品に行きます。こちらの作品です。そうなんですよね。この辺りっていうのはなんとなく自分の経験値の中で少しやられてるかなっていう感じがして、短いですね。これではありきたりかと悩みつつ、眠れぬ夜はという題名だそうです。0.1 と 0.5、ケント市だそうですよ。である程度の経験値があるような感じもして、確か多分この方何度か出してきてくださっていて、落選にはできないですが入賞となってくるとちょこっと難しいですよね。前後関係があるような感じに見えるところなんていうのも面白かったりするんで、ぜひですね、入選から入賞にかけての流れみたいなのを見ていただいて、じゃあ自分の絵が横に並んだ時どう見えるかというのを想像を皆さんしてみてください。ぜひですね。はい、次の作品こちらです。
こちらもなんかこうちょっとこうね続きが抽象画的なのが多くなってしまいました。別にこう恣意的なことはありませんので、たまたまですけども、制作動画の動画児童の動になってます。楽しく拝見させていただいてます。題名縄文の島。いろんなペンで河原を写生しているうちに、空想を思いつきこちらを応募しましたと。工房、日本では神様が降臨する御神木を題材に描きましたが、今回は天空からの視点で古代と現代が入り混じったような世界に描いてみたつもりです。イラスト的に見えるかもしれませんがよろしくお願い。でイラストでも皆さんねもちろん結構ですよ。上空から見たような雰囲気を描いてって、なんかこうナスカの地上絵的な感じに初め僕も見えたんで、そういうことなんだなという感じがしました。これはやっぱ青いところでしょうね。青いところにまでどういうふうに自分なりの責任の持ち方を持てるかっていうところまで、踏み込んでいったら独特の世界観を持ってらっしゃるので、面白くなるんでしょうね。これピラミッドみたいなのが左下に上から見た状態だったらあるんかなとかっていういろんなこう古代とかが入り混じっているんですけど、この周りはということは海なのかななんていうふうに思って、でもそこのところまでじゃあ緊張感持てたかっていうと、この方にぜひ聞いてみたいなという感じがいたします。そこまで持っていけたらやっぱりこうちょっとこう抽象的な仕事っていうのは細かく書けって言ってるわけじゃないですよ。もう本当にマッキーかなんかの太いやつでブシャーブシャーブシャーと縦線で、書いてあげてもよかったかもしれないですし、なんかその辺っていうのはやっぱりそれぞれの責任の取り方というのがあっていいと思うんですね。はい、頑張ってまた機会があれば送ってください。はい、こちらの作品で、この作品に関してはちょっとこう水彩の補彩的だとかっていう感じで仙外で言われていた方も結構いて、それと同じじゃないかって言われるかもしれませんけども、若干なんていうかこう少し絵本の挿絵的な自分の何かオリジナリティのあるような、そしてこのなんていうか白樺の木の枝とかのこの緊張感とかっていうのが画面の中ですごくこう美しく描かれていて、それぞれの家の屋根とかレンガであるとかっていうところがものすごいチャーミングで雪がすごい綺麗に見えてきて、プラスねペンもしっかりこう使われていて、いい作品だなと思います。冬のお祭り F45、皆さんいいですね、文章が短くなってますね。ボールペン水彩絵の具、ボールペンの線を生かそうとしてレンガや白樺の木、木目をと写真を選びましたが、色をつけてみたらペンの持ち味がなくなってしまいましたと。筆で色を抜いたりしましたが、電色の表現が難しかったですと。じゃあちょっとこう色も抜いてまたペンで描いてみたけどなかなかっていうことで、そうなんですよね。もう少しだからペンの良さみたいなのが見えてきて、もちろんこのペン画というくくりですからね、今回どうしても縛りがありますから、そのあたりがもうちょっと確かに見えてくるともっともっと良くなってくるんじゃないかなというふうな気がします。でもすごく綺麗な世界観で、この方すごい色彩感覚はすごくいいと思いますよ。すごい色に対してすごい綺麗に描けるところがあると思いますので、ぜひですねそのあたりは自分の武器やと思って、プラスアルファいいところっていうのももちろんね、このなんていうか一個一個大事に手の動きみたいなのをすごくこう複雑に動かすことができるので、そういうところもすごい武器になると思います。ぜひそういうところをどんどん伸ばしていってみてください。はい、次の作品こちらです。ね、こういうふうにやっぱりこうちのチビがこれ動画に出てきて喜びそうなですね、蝶や蝶やとか言いそうですけども、蝶々が花にね戯れている姿なんていうのはすごく面白いなと思います。フレーミングも黒にしてきたところなんていうのもね、なかなかそこまでこうプレゼンテーションしようとしているところっていうのはすごく好感が持てるなと思います。花の部分っていうのはもう完全に点描で描いてますもんね。非常にこうよく描かれたいい作品だなと思います。こんばんはと、ペン画展応募しますと、前回日本描く展では北斎とオリンピックですね、モチーフにした波を応募し入選したものですと。その説は高評価ありがとうございました。今回ペン画の募集ということで再度挑戦しますと。ペン画を描いたことがなかったので基礎知識はありませんが、とにかくペンを使って描きましたと。15、6年前沖縄に行った時、ツアーに組み込まれていた観光施設の見学、大駒平町が花に群がっている様子を写真に撮って描きましたと。いつか絵にしたいと思っていたので今回ペンで表現しましたということで、どこまでいけばいいかな、よろしくお願いしますということでいいかな。群れる、という題名で A4、ペン桜ピグメントかなということではそうです。
すごくいい仕事、いい丁寧な仕事をしていると思います。僕は絶対これ色ついたペンかなんか使われたら面白かったのになっていう気がしますね。でもう本当にもうちょっと広がっていくような、中に閉じていくより広がっていくようなコンポジションを選ばれてもよかったのかなという気がします。仕事はすごい丁寧なので、面白いなと思いますし、いい作品だと思います。で、私もはっきり言ってペン画の基礎知識なんか全くないです。ゼロです。多分それがあるということは全くないと思います。皆さんにもそうですよ。で、本当にもうペンを使ってみて自分でどんな表情できるのかなと、こんなペンがあるんやなとかっていうのを試しながら自分の絵の中で自分の画風にしていけばいいだけの話で、一応多分ペン画という方法論はないと思ってください。自分で編み出して自分の得意な部分っていうのが見出されていって、何かそれで画面を責任を取るということを認識するということができれば、今回の課題に関しては皆様合格なんじゃないかなというふうに思います。次の作品はこちらです。これなんかもね、なんか継ぎはぎしてありますね。紙を後で貼っつけてるんですけどね。もちろんそういうのもありですよ。面白いですね。これね、竜かなんかが2匹いて、ね、なんか年賀状かなんかになりそうな感じがしますよね。面白いですね。紙の貼っ付けなんかしてお世話になっておりますと。ペン画ということでボールペンとくるくる定規を使って栄養の紙に書きました。前の方、町長の方がこういうオレンジ色のペンとかあるとかね、皆さん知るわけじゃないですか。こういう青い水色のペンがあるとかっていうことでね、テクニックがなくて撃沈です。アイデア出ましたがということで、アイデアもテクニックもあると思いますよ。なんか面白い作品やなと思います。後ろの方とかを例えば黒い紙かなんかでそれでなんか竜の部分を切り取って貼ってるんやったら白い紙に書いた線でとかなんかいろいろコラージュ的なこととペンを組み合わせていくとかされてみたらよかったのになっていう気がします。なんかあんまりにも白い紙に白いものを貼っつけてるからもったいないな、私だとなんか多分じゃあもう貼ろうと決めた時点でじゃあ後ろ黒にしようかなとか赤にしようかなとか色紙違うのしようかなとかなんかそういうことしてあげてもよかったと思います。もう一回なんかやってしまったらもう結局ペン画や言うたらペン画やと思うんです。例えば鉛筆画もペン画や言うたらペン画かもしれませんので怒ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、なんかその辺は柔軟な発想を持たれてもいいかなというふうに思います。面白いアイデアとこういうくるくるペンっていうの面白いですね。こんなん書けるペンがあるあれ定規みたいなのがあるんですかね、そういうのを活用されているところなんかも面白いなと思います。土台に対してじゃあどういう竜が良かったのかなっていうのがもう少し自分の中で、面白がれる部分があったらもっと良かったのかなという気がいたしますね。次の作品はこちらです。これもなかなかこじゃれたいい作品ですね。壁のレンガの色の黒いのによって葉っぱが浮き出てくるというかこのツタ的なものが浮き上がってくるみたいな雰囲気というのをよく描けています。名古屋の八百屋さんですか。ペン画で、表すのが最適なものを苦しんだ挙句、綿密さと直線と思いこのモチーフを選びました。私の先生の狙いが最後まで分からず悶々としていますと、狙いがないというね。今回は多分最後の方見ていくと狙いというよりもペンでの限界というのも限界というか自分たちが思っている限界値っていうのをここまで超えてくるかっていうのが見せれれば僕はこのペン画というお題を出したことが皆様にとって、今後の制作につながるのかなと思って、何か皆様に何かお題を与えていたというわけではないんですね。お題を与えるとすればホームセンターかなんか行ってペンをずっと眺めて試し書きをしてみましょうということかもしれません。ケント紙に、A4 ボールペン 0.7 ボールペン 0.3、サインペンジグレーということで、でもすごくコンポジションがすごく良くてサインなんかめちゃくちゃおしゃれですよね。だから本当に彩り豊かな八百屋さん、僕のイメージしている昭和の八百屋さんじゃないんでしょうね。昭和のなんか本当にねじり鉢巻き巻いてなんかエプロンしてエプロンっていうんですかなんかしてシャイシャイシャイ上野の飴屋横丁的なイメージをずっと持ってましたが多分違うんでしょうね。なんか僕が完全に間違えててそういう絵がいつ出てくるのかと楽しみにしながら待っていたんですがどうも違うっぽいですね。すみません変な
な勘違いをしておりました。次の作品こちらです。この辺りの方残念でしたね。ね、もうこの方太字で書いています。こんばんはということでですね、秋安さんって方ですか。題名僕のアトリエということ、残念でした。仙外ではないですよね。やっぱりすごく面白い作品ですよね。B4 のイラストレーションボード、ケント紙、コピック、コピック使われてですね、コピックマーカーペン、グレー、モンブラン、万年筆、ギリギリで本日まで悩んでアイデアが購入して、してきませんでしたが、娘の一言で題材が決まりました。パパのアトリエの机の風景好きだな、これでした。パパのアトリエの机の風景が好きでした。前回日本で残念でしたねを超えられるかどうか惜しいって感じかな。パパの机の風景が好きだななのに、この後ろでしょ、こうね、お嬢ちゃん後ろのこの汚い机が面白いんでしょ。僕もこれ汚い机なんでこんなあれにしてんのかね。なんかごまかしてこう人を描いて、お嬢ちゃんかなんかを描いて、こう手前に描いて、僕やったら後ろのぐっちゃぐちゃしてるところを主に描くかな。で埋もれてる中にちょこっと自分がいるかなぐらいの感じするかな。すごく面白いです。多分この方はすごい絵心もあっていろんなこともできて非常に面白いなと思います。多分世代も、ね、近いのであれですけど、皆様も漫画を読まれる、ね、昔なんかジャンプとかで例えば私なんか北斗の拳とか筋肉マンとかがやってる世代なんで、ですけども、こうジャンプとか買って内容もそうでしたけど、1ページ目とか2ページ目に今週の何々はみたいなこうあるじゃないですか。なんかページ、今週は、ケンシロウ何々何々みたいな書いてあって、北斗の拳ガンって書いてあって、そこの絵あるじゃないですか。本文とあんま関係ないような、ああいうのもっと皆さん見たら構成とかの勉強になりますよ。構成これなんかやったら、僕やったら後ろまでちゃんと三角させてあげるかなとか、お嬢さんの言ったように私やったらその机の汚い上描けばという感じがします。だからこうどっちかというとイラスト的に描くのもいいんですけど、コンポジションを考えるっていうこと、お嬢ちゃんの言われた通りやっぱりこのなんかもういろんなものに興味があって、それが集まってきてしまうようなタイプの人間かもしれませんので、そういうところをなんか書き残して全部廃棄ぐらいの気分でいいんじゃないでしょうか。頑張ってください。こちらの作品です。ほらもうこの辺りはね、確か2巡目に入ってるんですよね。入賞にしようかなって思い出したのが、悩んでいたのがそうですね、この方からです。この方から、入賞にしようか迷って残念ながら入選に、なってしまったという作品です。でこの方もそうですね。この方もすごくこうチャーミングな、僕ねこれ後ろの葉っぱがめちゃくちゃ綺麗やなと思ってですね、よう描けているなと思って、右下のこの土のところ、道路のところまで何かちょっと責任がもうちょっと持てきれてったらもっともっといいのになっていう、全体が左下がりな雰囲気で、全部がこっちに下がっていく感じがするんですね。枝とかもそうですし、何かちょっとこういうところでうまいこと画面を引き締めることができたのになという感じがしました。でこれはすごく僕の中で悩んだ一枚です。すごく葉っぱの描き方なんかも色一個一個塗ってるんですけど、やっぱり一枚一枚すごくこういろんな葉っぱの種類を描いていったり、この何でしたっけ、タイかなんかのトゥクトゥク的なやつでしたっけ。クアラルンプール海岸部初級コースとして、これを励みにさらにチャレンジャーそうなんですか。前回は紅葉の絵を描き見事仙外となりましたが皆様恨んでますねいいですね。私は本当にもう悪魔のような人間ですね。今回の作品は昨年1月チェンマイですって、行った際に、他を圧倒する存在感のマンゴーの木なんですね。これ圧倒するっていうこと考えても、やっぱり右下のこの白さが画面の中一番目立ってるんですよねマンゴーの木を描きましたと。今回作品は、カメラに収めたものを昨年6月にコロナ一時帰国した際描いた作品、昨年描いたんですかね。マンゴーは太陽を代表するトロピカルフルーツでもあります。生産高うんぬんチュッチュクチュッ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 チュクチュクチュッチュッチュッっていうのを書いているそうです。まだ初級コースですので、好評は次また挑戦する意欲が湧くような
マイルドなコースをお願いしますごめんなさい、マイルドでした。いや本当すっごいいいところありますよ。わかりますかね、この右下のところのここのところがもう全部がこう下がってってる。でこの辺本当透視図法的に言うと、水平とかね、どっかに左上がりの仕事があれば画面の中で全部が下がってってるじゃないですか、ビューッと。わかりますかね。でそれが左上がりの仕事みたいなのが入ってくると画面の中でぐっと引き締まってくるのになという感じがします。ただすごくこう着眼点みたいなのはいいと思います。圧倒するマンゴーの木というのを描こうとしているなんていうのはすごく面白いと思いますよ。ぜひ頑張ってください。すごいですね。生年月日全部書いてありますね。うちの親父おふくろの2個下ということでございます。次の作品、これなんかはね、僕さえ初めすごい好きで綺麗やなと思ってまして、点描だけで書いてあるんですけど、いろんな色をこう描いてるじゃないですか。いろんな色が混ざり合ってそれで形にしていて、いい作品やなと思って、これ2021いるかなと思って最後まで、これもっとちっちゃく花の中にちょこちょこって僕やったらですよ、書くとか、右下のサインなんか皆さんね、サインがだいぶ品が良くなってきたんですけど、2021林道っていうのはいいかもしれないですね。右下秋とかも絵の中でこう目立たないんですけど、2021でかいな、幸せとか書いてあったり、そういうところすごくこうチャーミングですよ。2020しつこいようですけどね。で本当になんか秋のなんかをこう取ってきて、普通に例えば花を生けて水彩でパパッと描いたらおもんないって言われるかもしれませんけど、私なんかにね。でもこれ全部点描で描いて、いろんな色を筆色分割法的に描いて、わあいいなと思って、もう一巡して見回していった時に2021でかないかなって思ってこちらの方になってしまいました。はい、ぜひまた機会があれば送ってください。すごくいい作品だと思いますよ。いつも好評ありがとうございます。今回ペン画ということでカラーボールペンを使用して点を描いてみました。やはりボールペンだと青と赤で点描しても紫には見えませんでした。そうですか。紫に見えますよ。全然見えます。ボールペン黄色って意外とないですね。僕もちょっと探してみたんですけど、とりあえずひたすら点を打って林道を描きましたが、花瓶の水中などうまく描けませんでした。 2,3 日肩が痛くてボールペンでの点描壊しだそうです。ぜひ筋肉鍛えてください。私言ったことあると思いますけど、指3本で46歳ですけど、腕立て伏せできますよ。5回ぐらいはやりませんけどね、今やって、もし毎日なんかあったらあれなんで、たまに学生の前で酔っ払って昔はよくやってたんですよ、腕相撲とかね。今なんとかハラスメントとか言われそうやからもうやめたんですけど、40ぐらいまでは酔っ払ってなんていうか、なんていうんですか、男性とか女性とか言ったらいい感じだってめんどくさいんですけどね、よし腕相撲しようみたいな雰囲気になって、もう全員なぎ倒してってましたもんね。うしゃーって言ってね、あれはもう忖度だった可能性が高いんじゃないかという説もありますが、ぜひですね鍛えていけば肩がね治っていくと思います。次の作品こちら、この辺もね、で先ほどちょっと黒のベースはどうですかみたいなことを言ったんですけど、この方黒いベースの紙に白で描いていって、ね、真ん中にちょんとこのオレンジ色があるのすごくいいじゃないですか。ほおずきがなんていうんですか、こう枯れた状態でしょうね、これね。でこういうのもやっぱ待ってました。白いね、いつも YouTube 楽しく勉強してます。さらに2人のちびこね成長を楽します。今寝たから今と10時ですね。珍しいですねこの時間。さらに、ペンがお盆にお供えしたほおずきがすかしほおずきとなり、乾いた木切れとともに時間の経過を表現したつもりですということで、左上の空間に何を置けばよいか分からず物足りなく感じになりました。そう私もそこ感じたんですよね。ちょこっともうちょっとなんかもう一本ぐらい木とかポンと置いてあってもよかったのになとか、なんか惜しいなっていう感じなんですよね。だから白っていうのとで書いていったこととかっていう狙いみたいなのは本当にこの透かしほおずきっていうんですか、こういうのね初めて知りましたけども、書こうと思ったものを素材紙と描画材料っていうのがすごく
マッチしていて、そういうところはいいなと思いますので、もう1個2個本当ほおずきがまたあったりしてもよかったかもしれないし、なんかそういうところです。僕もそれやっぱり気になりました。でそこのところがもう一歩こう上に行ける、本人も皆さん気づくようになってきてるところはすごいなと思います。そういうのを書き終わってって言って、で僕もやっぱりそれ見た時に思います。で皆さんの読んで、皆さん分かってきてるね、もう卒業ですね、お疲れした、皆様卒業かなっていう感じ。ユニのシグの白っていうボールペンがあるんですか、 0.5、ユニボールシグのオレンジ、コピックマルチライナーというオールグレー 0.5 ミリというペンを使っているそうです。なんかすごくこう皆さんにとって参考になる作品なんじゃないでしょうか。次の作品こちらでございます。ね面白い、なんじゃこらと思ってですね、これ波かなんかがかな、いや空雲のバルーンなんか何でもいいと思うんですよ。で一つ一つこうなんかこうまずこう線を描いて、で丸い紙に多分描いていったか、描いたものを丸く切ったか、それを貼り付けたかなんかわからないですけど、すごくこう構成されてますよね。最初の線は定規で直線を引き、次の線はフリーハンドで線を引き、ブレたらブレに沿ってひたすら線を引き、別の紙に描いたペンを丸く切りコラージュ、当たってた、目のしばしばまじまじとの戦いでした。三剣都市、黒ゲルボールペンをしようということ、波及という本当にちょっとこう抽象的な感じですけど、これも構成僕がよく言っていた、8対2の構図、9対1の構図みたいなものをやってみたらみたいなことも多分参考にされてるはずなんですよ。勉強してますね。それによってポコッとこう上の方に何かですね、ポコッとあるものが月に見えてきたり太陽に見えてきたりして、下の方は山に見えてくることもあるかもしれませんし、波に見えてくることもあるかもしれませんしっていう感じですよね。っていうふうに僕らがこうイメージを想起させてくれるというところみたいなのはすごい好感持てるなと思いました。私ならば上の方の黒さが一番上の黒さがあるんですけど、下の方にもちょこっと黒さのある、丸を入れてあげてほしいなと思います。ちょっと埋もれすぎてるかな。ちょっとせっかくやったらこの黒さに対して234っていう響き合いをしてくれたら、もっともっと上がやっぱりより主役的な、もう本当にこれはもう独裁者、北の借り上げてるなんか人最近借り上げてなくなりましたけど、もう総大将みたいなのをもう民衆が何を言うてやばい、大丈夫かなそんな感じに見えたりしますよね。はい、次の作品こちらですもう50分ですね。だらだら喋っていてこんな感じになりました。これなんか本当にね、全部うわーっと書いていて面白いなと思いましたよ。この辺本当に迷った作品です。この 4,5 枚っていうのはですね、24枚ぐらい中の 4,5 枚というのは本当に上に行くかどうかっていうことを悩んだ作品でございます。画面を本当に責任持って全部書いて、後ろの方にこう風力発電があって、そうかということで、これ限界なら佐賀の方でしょうかねB5 のキャンソンボード万年筆油性ペン水性ペンで書きました。モチーフのサザエは壱岐なんです。壱岐対馬あたり、料理屋で食べた際にとても形が特徴的で素敵だったので持って帰ってきたと。早速アクリル絵の具で描こうと思っていった。アクリル絵の具で描こうと思っていったけど、ペンで描いたら面白そう。いいですね。タイムリーなことにペン画のお題が来ましたのでということで、構成的に今月自分で釣り上げたタイといつも眺めている船からの景色を入れて描きました。とても楽しくちまちま集中して取り組めましたということでございます。で、限界灘というテーマだそうですよ。で、少しね、このもうタイも好き、サザエも好き、限界灘好き、風力発電好き、特にタイとサザエがもうガチガチの喧嘩してるんですよね。どっちやろなーっていうのがね、どっちやろっていうところがもう少しこう強弱みたいなものがついてきたり、せっかくこうタイの下のところに波ちょぼーっと書いてるんですけど、そういうところもね、せっかく書いてる割にはあんまり目立たない。画面全部に責任持っててるけど、じゃあ構成としていかがだったかというと、ちょこっと欲しいなというところがあって、もうちょっとこう緩急みたいなものがつけれると、もっともっと良くなるんじゃないかなというふうに思います。そして最後の1枚はですね、ちょっとすみません、どういう題名かも聞いてませんが、こんな作品です。入選ということで、させていただきました。
これはですね、本当に鹿児島の方からわざわざ展覧会に見に来てくださって、先ほどは話しましたけど、4時間か3時間かなんかおられて、旦那様と息子さんですかね、は呼子というところにイカを食べに行って、でボールペンの映画終わらなかったんですよとかって言って、メールの送り方とかあれなんで鬼好評とか出したこともないんですよって言ってたんで、作品あったら見ましょうかって言ってパッと見るというか、そこで公表するわけでもなく写真だけ撮って見た瞬間おもろいと思いました。でこれめっちゃ途中じゃないですか。で皆さんから見ても雑やないかとかって突っ込まれるかもしれませんけど、案外ねこれね丁寧なんですよ。で鉛筆かなんかで下書きしてる線みたいなのあるんですけど、意外と一本一本ね緊張感持ってるのと、ここに写ってる顔なんてすごくいいです。この方そっくりですね。またいつかお会いしましょうね。私はね会えるかもしれません。でちょっとこう後ろにいる人、タイかなんか持ってる人なんか完全に書いてないんですけども、それが案外抑揚となっていたりして、これをもう少し黒い部分がぐっとあったりとか、明るいまま残している部分があったりとかすると、入賞ぐらいまでのレベルに行くような感じのアイデアも面白いですよね。これ顔というアイデアにもとっておけて言ってしまったかもしれないような夜間に映っている自分みたいなのとかっていうのはなかなか面白いなという感じがしますよ。着眼点とか発想力みたいなのも面白いですし、それぞれのキャラクターが立っているというところは非常に立っているというか、面白いキャラクターを描けるというところはすごく武器ですので、実は俺どこかでも話したことあるんですけど、僕は昔の教え子で T さんっていう学生がいて、夏休みから私今から東京芸大行けますかみたいなことを言って、半年で東京芸大入ったっていう話をどっかでしたことあるんですね。でその女の子っていうのはもう本当に全然書けなくて、テニスで、川越の出身かなんかでインターハイに行ってて、夏休みまでテニスやってたんですよ。でそこから半年間で東京芸大に行けますかって聞かれて、行けんちゃうかってその当時答えて、もうその子たちも37、8だと思うんですけど、行けんちゃうかななんていうふうに適当に答えて、いよいよ試験前になって全然書けへんから困ったなと思って、その子にちょっと好きなもんなんか買うておいでって言って2000円か3000円渡したら、東武百貨店の地下行って、地下のデパートのところの食料品売り場から赤い肉の塊買ってきたって話したことあるんですね。どこか探してください。でそうしたらその肉の塊だけを描かせたらもうめちゃくちゃ面白かったんですよ。女子高生が肉描くんですよ。で赤い肉ぐちゅ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 ででも試験となると人物画とか玉美東京造形とかは人物画なんですよ。で困ったな、あと試験3日お前ちょっとじゃあ次目ん玉描いてこいって言って、だからちっちゃいキャンバスに体力だけはあるんですよね。体力だけあるからちっちゃいキャンバスボードを切り取って渡して、もう徹夜して目ん玉描いてきたら目ん玉がすごいんですよ。私なんかより上手なんですよ。もう目ん玉から涙が出てる、ガラスが入ってるような目ん玉描いてきて、もう次の日唇描いてこいって言って唇描いてきて、で試験の前日輪郭線一生懸命くくる練習クロッキーをさせて、試験行ってこいって言ったら玉美と東京造形満点でした。要は曲もかけてて全然かけてなくても、この人はキラッと光ってるっていうことで、上がるということもありますので、皆様ぜひですね自分の得意なところとかを見出してみてください。ということで、入選編は以上となります。入賞編というのもぜひご覧ください。そして10月29日、金曜日、18時から23時59分までの間に、顔、喜怒哀楽どれでもいいですし、複合的でもいいし全部でもいいですし、そこはお任せします。顔というものをテーマに皆様から作品を募集しています。画材等は何でも結構です。自由でございますので、ぜひです皆様1ヶ月前でございますので、頑張って、書いて、送ってきてみてください。お待ちしてます。では入賞編でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。